おはようございます。ここは名古屋駅。今日は東名高速バスに乗車します。早速乗車していきます。東名間の高速バスは、中高便は基本的に4列です。夜行便も4列なので需要の高さが伺えますね。名古屋から東京に向かう高速バスには2種類あり、1つは東名高速を経由するもの、もう1つは中央道を経由するものです。ほとんどの高速バスは東名高速を経由するタイプですが、意外にも所要時間は大きく変わりません。それでも天下の東海道、鉄道だけでなく、高速バスにとっても大動脈なんですね。名古屋駅といえば大きなセントラルタワーですが、このバスはその反対、大港通り口からの出発です。有名な名鉄バスセンターからでもないのでちょっと新鮮ですね。ちなみに、東京行きのバス停はここ以外にも向かいのビッグカメラ前にもあります。複数のバス停に分散するほどの需要がある。それが名古屋のバス事情ということでしょうか。名古屋駅を出たバスはすぐには高速に入りません。最寄りの名古屋高速環状1号線は時計回りの一方通行なので、南方面へは大きく迂回することになります。このため少し南の山王入り口から高速の旅が始まります。しばらくは名古屋駅を出入りする列車と並走する区間なので、バスの車窓にも動きがあって飽きのこない区間ですね。少し進んで山王入り口、高速の始まりです。ここの入り口はちょっと面白い特徴があります。いかにも都市高速らしい特徴ですが、わかるでしょうか。やっぱり高速に入る時の加速はワクワクも加速させてくれますね。ここ山王入り口は環状1号線とのジャンクションでもありますが、環状1号線は一方通行、本線への合流が存在しないのが特徴です。もうお分かりかと思いますが、ここの合流は右車線からの合流というのが特徴です。ここからしばらく名古屋高速4号線を走行し、東海ジャンクションで伊勢湾岸道へ、豊田市方面へ走行した後、東名高速に入ります。しばらくは名古屋近郊の都市風景が広がり、愛知の都市規模の大きさを再確認できます。通り過ぎる車も心なしかワンボックスやライトバンといった商用車が多いような気がします。きっと客先へ向けて朝のウォーミングアップを始めているところなんでしょうね。土曜日の朝でもそれなりに商用車を見られるのは大都市らしいです。バスは高低速度重視なので、追い越す車両の急ぎ具合がとてもよくわかります。人によってはこういった高い場所から見下ろす風景は優越感を感じられるのでしょうか。少し進んで遠くに大きな橋が見えてきました。名港東大橋や名港中央大橋、名港トリトンと呼ばれる車長橋群です。間もなくするとあちらの道路と合流です。東海ジャンクションにやってきました。このジャンクションでは都市高速4号線と伊勢湾岸道、西知多産業道路が交差します。5方向のジャンクション、拡張工事が行われていたりと、かなりの大きさがあるのが特徴的ですね。通り過ぎる車両も心なしかトラックなどの大型車が多くなったように感じます。都市部を離れ、物流の流れに飲み込まれていくような感覚になります。中京工業地帯のど真ん中から首都東京に向かう旅路です。中京の湾岸線、伊勢湾岸道に合流です。立派な片側3車線、快調な滑り出しです。豊田ジャンクションを越え、車は新東名高速道路に入りました。現在地は新城付近、静岡へ向けて軽快に進んでいきます。鉄道では秘境の入り口といった土地ですが、東海道は東西を強固に結んでくれています。しばらくしてバスは静岡県遠州森町パーキングエリアに到着です。名古屋からは約1時間30分。都会の景色から町外れの森に変わり、この景色にも少し慣れたところでの休憩、いい頃合いです。パーキングエリアのある森町は周りにお茶畑の広がる地帯です。静岡の特産品など楽しいお土産が期待できそうです。早速売店を見ていきましょう。やっぱりお茶を使ったお菓子が目立ちます。と思いきや愛知、三河地方の名産品もあるようです。パーキングエリアのお土産はその土地の名産だけでなく、置いているものから地域のつながりを感じられるというのも楽しみの一つです。ここでは三河から遠州にかけての土地的なつながりを感じられますね。休憩を済ませて再び出発です。次の休憩は足柄サービスエリア。だいたい1時間30分後の到着です。東京名古屋間の高速バスでは休憩は2回取ることが多いようです。
売店では軽くお菓子を購入しました。お茶畑を眺めながらお茶のお菓子を食べる。これもバス旅の楽しみの一つかもしれません。新東名高速道路に合流します。東京名古屋間の高速バスは主に東名高速か新東名高速を通りますが、途中乗降のない直行便では新東名高速を経由することが多いみたいです。どちらを経由しても所要時間に差はあまりなく、途中乗降の有無が所要時間に影響しています。どのバス会社にも言えることですが、首都圏をラッシュ時間帯に通過する便では若干の所要時間増があり、少し予定に余裕を持った方が良いです。他の交通機関との比較では新幹線が圧倒的に早いです。高速バスの金額と所要時間はおおむね在来線と同程度で、乗り換えなし、着席保証ありという点が強みでしょうか。高速バスは時期にもよりますが、最低価格が2800円からあり、価格の面では他を圧倒しています。いくつもトンネル、橋を越えて車は進んでいきます。新東名高速道路は比較的最近建設された高速道路です。構造上時速140キロでの走行も可能なように設計されています。その分立地は郊外にあり、山の中を淡々と走るのが特徴的です。大きな橋などはありますが、基本的に車窓は単調ですね。しばらく単調な景色を過ごした後、バスは御殿場付近を走行しています。この区間は新東名が未完成なので、東名高速を走行する区間です。もう少しで2回目の休憩場所ですね。お疲れ様でした。休憩場所の足柄サービスエリアに到着です。足柄サービスエリア、休憩時間は15分の予定です。詳細な時間は停車後にお知らせいたします。足柄サービスエリアは日本一広いサービスエリアとして有名です。確かに駐車エリアが果てしなく広がっていますね。これだけ広いサービスエリアですが、時間によってはトラックで満車になることもあるそうです。さすが天下の東名高速といったところでしょうか。足柄サービスエリアは静岡県ですが、ほぼ関東の入り口とも言えます。どんなお土産があるでしょうか。まずは静岡らしくお茶が並びます。その隣には海産物、だしパックが並んでいました。そしてご当地ポテトチップス。さすが静岡、富士山は外さないようです。他には富士の裾野の名物うどんや、お隣山梨のほうとうなどが売られていました。直売所コーナーもありました。生の農産物はその土地を強く感じられてみるだけでも楽しいですね。休憩を終えて再出発です。ここから目的地までは一直線、あと一息です。とはいえあまり景色は変わりませんね。景色は単調ですが、遠くに箱根の山々も見えてきました。少し険しくなった高速道路を軽快に進んでいきます。山を抜けると一気に市街地です。伊勢原、海老名のジャンクションを越え、車の数も増えてきたようです。海老名ジャンクションは圏央道との合流点。たびたび渋滞で止まりますが、今日はスムーズに抜けられたようです。横浜青葉インターチェンジを通過します。名古屋から300キロ超、東名高速道路もいよいよクライマックスです。東京料金所にやってきました。待ちに待った東京の文字とご対面です。とはいえここは神奈川県、多摩川を渡るまで続きます。東名高速道路はこの先東京インターチェンジまで、そこから先は首都高速です。多摩川を渡って東京都に入りました。景色は市街地のままですが、だんだんと終点は近づいています。東京インターチェンジに到着です。バスは隣の用賀パーキングエリアで客扱いを行います。ここは東急田園都市線の用賀駅に近く、首都高渋滞時にはここで鉄道に乗り換え、都心までアクセスするといった使い方がなされています。一時期は乗り継ぎ割引も行っていたようですが、現在は降車サービスのみのようです。数人が降り、再び出発です。料金所出口で車速が低いとはいえ、ほぼ直角の合流は都市高速らしさがあります。ここからは高架、トンネルが入り組んだ首都の風景です。車内もあと少しで着くという安心感と、少し疲れたような雰囲気が入り混じり、旅の終盤を感じさせてくれます。少し都内を走って大橋ジャンクションにやってきました。ここは首都高速3号渋谷線と中央環状線が交差する場所です。高架上の3号線から地下の中央環状線へ、ループで一気に下っていきます。ループは1周400メートル。
ここを2周して高低差 70m をつなぎます。速度は時速 40km と速くはありませんが、遠心力がしっかりと伝わり、都会の山越えの様相です。中央環状線と合流します。速度が遅いからか、距離が長いからか、通過までかなり長く感じます。ここから少しの間、山手トンネルを走行します。トンネルを抜け、地上に出てきました。副都心のビル群を走り、バスタ新宿が見えてきました。多くの乗客がここで降りるようですが、このバスの最終点は東京駅です。かくいう私も今日はここ新宿で降車します。少し名残惜しいですが、次の予定に思いを馳せて、降車の準備を始めます。今回は3階降車場で停車のようです。名古屋からは約5時間、少し早く着きました。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。